こんにちは、岩根です。前回に続いてアニメーションで使用される用語の解説をします。今回はあ行の用語です。一部アルファベットの項目とダブル言葉もありますが、こちらでも説明します。こういった用語には業界共通の定義がなく、それぞれのスタジオで慣習的に使われる言葉も多いので、人によってはそれは違うっていうことも起こりうることをご了承ください。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使っても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM でご連絡ください。アイリスイン、アイリスアウト。このようにマスクを使って画面が黒画面になるのをアイリスアウト、逆に黒画面からマスクが広がるのをアイリスインと言います。昔はギャグアニメで物語の最後に使われることが多かった技法ですが、最近はあまり見ない気がします。一旦閉じたマスクをキャラクターが広げるといったギャグもよく見かけました。アイレベル、目の高さです。単純に言うと透視図法の地平線や水平線と思って構いません。パースとしてはアイレベルよりも上が煽りで下が俯瞰です。広角レンズを意識して湾曲させることもありますが、煽り俯瞰の原則は変わりません。アイレベルについて詳しく知りたい方はこちらの 3D ソフトで望遠、広角、煽り俯瞰とアイレベルを解説、この動画が参考になると思います。説明欄にリンクを貼ってありますのでご覧ください。煽り、アイレベルの項目でも出ましたが、下から見た構図、場合によっては下から見た顔などを言います。限りなく水平に近い場合はやや煽り、真上を見上げるような場合はド煽りと言ったりします。後日解説する予定の俯瞰はこの煽りの反対です。アクションカット、アルファベットで AC と書かれることもあります。絵コンテで2つのカットにまたがるようにアクションと書かれている場合、その2つのカットをアクションカットと呼び、最初のカットと次のカットにまたがるように1つのアクションを書きます。例では振り向くというアクションを2つのカットに分けてあります。多くの場合2つのカットでキャラクターのサイズが変わります。今回ロングからアップにつないでありますが、もちろん逆でも構いません。ただしアップからロングというつなぎの場合、観客が小さいキャラクターを画面上で発見する前にアクションが終了してしまい、なんだかよくわからないというケースもあるので注意が必要です。当たり、わざわざ原画を1枚追加するほどではないけれど、運動の軌道やちょっとした動きのニュアンスを伝えるために原画の下書き程度のラフさで追加する絵です。アナログ時代は原画ではないことを明確にする意図で、当たりには数字ではなくいろはというような名前を付けていました。しかしデジタルではいろは順に名前を付けるとファイル名でそうとした時に意図した場所に来ないので面倒なことになります。こういう作業手順の業界標準ルールが決まればいいなと思ってます。アップ、キャラクターを大きく写したカットをアップのカットと呼びます。特に胸から上が写ったよくあるサイズはバストアップと呼ばれます。さらに極端にカメラが寄って輪郭がフレーム外になるくらいだとドアップになったりします。締め切り日を表す言葉でもあるのですが、使う文脈が違いすぎるので混乱する可能性は少ないと思います。アバン、テレビアニメで本編が始まる前、短く番組の紹介をするような内容の動画部分のことです。初めてそのアニメに触れる方に向けての世界観の説明ですね。ありもの、おまかせ、ありふれた小物などで以前作られた設定を流用する場合、ありものの設定という表現をします。デザイン担当者による新規の設定を作らずに、その場面の原画を担当するアニメーターにデザインを一任する場合、おまかせという表現になります。アンダー、オーバー、露出アンダーと露出オーバーのことです。アンダーは通常よりも暗い画面、オーバーは通常よりも明るい画面です。
イマジナリーライン。一般的な浸透度が低い割に映像的には重要な概念です。このように向かい合って会話しているキャラクターを結んだ線、これをイマジナリーラインと言い、基本的にカメラが越えてはいけないラインです。まずこのカット。その次にもイマジナリーラインを越えてこういうカットになると、キャラクターの左右の位置関係が変わり、視聴者に混乱をもたらす原因になります。このようにイマジナリーラインを越えずにつなぐと、左右の位置関係に変化がないので映像的につながりやすくなります。どうしてもイマジナリーラインを越えたい場合、一旦別のものを映すとか、左右がない正面のカットを入れるなどの工夫が必要です。この映像の性質を逆手にとって意図的に頻繁にイマジナリーラインを越えることで視聴者の認識を混乱させる上級テクニックもありますが、かなり高度なのでそういう使い方は例外と思ってください。もっとも3人以上が車座になって会話したり、車内で隣り合った2人の会話の場合、イマジナリーラインや背景の移動方向がめちゃくちゃになりがちなので、そういうケースの場合はある程度やむなしと割り切ってもいい気がします。イメージ BG、 通常の背景ではなく心情などを表すイメージ的な背景です。色替え、キャラクターのノーマルの色とは別に特別な場面用に色を設定し塗られたものを言います。よくあるケースでは夜間用に青系にしたり、夕系用にオレンジっぽくしたりというところです。色トレス、通常アニメの主線は黒ですが、影やハイライトの塗り分けに使う黒以外のトレス線のことです。塗り分けの場合、塗られる色と同色を使用するので画面上線としては認識できませんが、食べ物や煙、炎などの主線は塗る色とは別なことも多いです。アニメの現場では色をスポイトツールで習得して真似することを指しません。裏トレス、アナログ時代は原画を裏からトレスしたり、セルに動画を転写してからいつもと逆の面に塗ったりして左右反転した絵にすることでした。デジタルだと撮影でも簡単に左右反転できるので、わざわざ反転した画像を用意しなくても良いケースが増えていると思います。エフェクト作画というと、炎、煙、ビームなどキャラクターではないものの作画を指します。専門のアニメーターを立てることもありますが、多くの場合キャラクターもエフェクトどちらも一人でこなします。撮影の場合は透過光やパーティクルなど作画によらずに画面に追加していく効果を指します。実際エフェクト作画にはたくさんの撮影エフェクトが乗ることになります。お化け、速い動きを表現するときに形が崩れたり原型をとどめないまでに誇張されたフォルムを1コマから3コマ、時間にして24分の1秒から8分の1秒入れたりします。その崩れた絵をお化けと呼びます。中途半端にお化け化した絵を描くこともあるので、その線引きは曖昧です。大判、アナログ時代スタンダード作画よりも大きな紙に作画することがあり、それを大判作画と呼びました。通常大判といっても最大で縦2倍横2倍がマックスです。こういう縦にも横にも大きな絵は PU などで画面に寄っていく時の画質低下を防ぐのが最大の理由です。縦だけとか横だけ長い場合はパンの画面用やスライドさせる場合というケースが多いです。アニメーターは原画は1カット単位、動画と仕上げは1枚単位でギャラが固定されているので、大判の作業はだいたい嫌がられます。机の上に広げにくいのも嫌なポイントです。デジタル作画では紙のサイズという概念がないので、ピクセル数が多い画像を大判と言えるかもしれません。今回あ行のアニメ用語の一部を解説させていただきました。今後も50音順で用語解説をしていきたいと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。